ミルトンチャンネルです。今日は私が最も使いやすいと感じるポータブル電源を発見したので、車中泊で便利に使えるか検証してみました。その使ったバッテリーがこちら。このフォシボット F2400。充電のワット数を 300W から 1100W まで5段階で手動で切り替えることができます。これは私のエブリィのような小さい車にはとても使いやすい機能で、Bluetooth に接続することなくノブを回すだけで切り替えができるので、手間がかからず逆に便利だと気づきました。フォッシュボット F2400 です。内容物はフォッシュボット F2400 本体、シガーソケット、アンダーソンポートケーブル、MC4 アンダーソンポートケーブル、アダプターのない AC 充電ケーブル。こういった軽くてアダプターのないケーブルは最近の主流なのかもしれません。取扱説明書。これは真ん中より半分が日本語の取扱説明書になっていて、わかりやすい日本語で書かれているので、使い方に困ることはないと思います。また、取扱説明書の最後には製品保証書がついていて、購入日から24ヶ月の保証がサービスでついているようです。本体のサイズは横約 38.6 センチ、高さ約 32.1 センチ、縦約 28.4 センチ、重さは22キロなので気合を入れて持つ感じになります。こちらのフォシボット F2400 のバッテリーセルはリチウムイオン電池の中でも最も安全性が高いと言われているリン酸鉄リチウム電池が使われていて、数あるバッテリーセルの中でも最も安全なものが使われています。またこのバッテリーのサイクル充電は3500回となっていて、単純計算で1日に1回使うとしても約10年間使えるバッテリーになっているようです。またこのフォシボット2400は UPS 無停電電源装置というのが備わっていて、この F2400 を経由して家電と AC 電源をつなぐことで、万が一停電になった場合にも 0.008 秒以内に UPS 機能が働いて自動的に AC コンセントから F2400 に電源が切り替わります。こうすることで停電をすることなく家電が使えるような状態になっています。これは万が一電源が切れてしまった場合に困るパソコンや呼吸器等にも使われているようで、 UPS モードの最大電力は 1100W になっています。 F2400 の 50Hz と 60Hz の切り替えをやってみます。今現在 F2400 は 60Hz を指しています。これを切り替えるにはこの AC ボタンを長押しをして、この部分が点滅するようになったらもう一度この部分を押せば 50Hz に切り替わってくれます。本体の電源を入れて正面を詳しくチェックしていきます。本体向かって左側、一番左上の部分はシガーソケットポートになっています。ここは 12V 10A の電力が流せるようになっていて、このシガーソケットのポートについているこのシリコンのゴムもしっかりしているので、多少の雨やホコリ等はこれで防いでくれそうです。続いてその右隣 XT60 ポートになります。このポートは 12V 25A の電力が流せるようになっていて、ドローンの充電にも使えるようになっているようです。次にその下の2箇所 12V 3A の DC5521 ポートがあります。そして本体の真ん中のこの部分、ここには LED ライトが仕込まれていて、一度押すとライトが点灯、2度目を押すと SOS シグナルが点灯します。3回押すと照明が点滅、4回押すと消灯するようになっています。次に向かって右手のこの部分、この部分はクイックチャージ 3.0 の USB Type-A が2箇所ついています。そしてこの下の2つ、こちらは USB Type-C が合計4箇所ついていて、パワーデリバリー 20W が1、2、3箇所、
そしてパワーデリバリー 100W のパソコン等にも給電できる USB Type-C ポートが1箇所ついています。そして本体右上のこの部分は今までのポータブル電源にはなかった機能が搭載されていて、このインプットと書かれた部分で充電の電力を 300W、500W、700W、900W、1100W と細かく充電電力を変えられるようになっています。これまで充電電力を Bluetooth 等で変更できる機種はありましたが、手動でこのように変更できる機械は初めて見ました。これは私のように車中泊の走行充電で充電をしようとするタイプの人にはかなり嬉しい機能です。しかもこのインプットの部分はこのようにすぐに 300W、500W、700W、900W、1100W と一目で分かるようになるのも安心して使える機能です。本体の液晶機能はインプット、そしてバッテリー残量、バッテリー残り使用時間、そして電気の出力、これにヘルツの切り替え等一通りのことはできるようになっているようです。Foshibot F2400 のバッテリー容量は 2048Wh、2048W の製品が1時間使えるバッテリー容量になっています。本体右側面をチェックしていきます。まず右側面の上部、ここも今までにはなかった仕組みが取り入れられてます。ここはライトファンカバーとなっていて、このポータブル電源が発熱した際や作動中にはこのカバーを開けてこの部分から排熱をするようになっています。これはおそらく雨ですとかホコリですとかそういったものを防ぐために取り付けられたものだと思います。キャンプやアウトドアで使用される方にはホコリや雨、虫等も入りづらいので、これは嬉しい機能だと思います。続いてその下 AC ポート、こちらは 100V から 120V、50Hz と 60Hz 対応で 2400W の定格出力です。このポートは3つ口の AC ポートが合計6箇所ついていて、この6つの AC 出力ポートを合計して 2400W の大電力が使えるようになっているようです。続いて左側面をチェックしていきます。左側面も右側面同様、このようにファンカバーが取り付けられていて、虫やホコリ、雨などの侵入を防いでくれるようになっているようです。そしてその下、過負荷保護解除ボタン、このボタンは雷や電力供給装置の不安定により AC 入力に大電力が流れた場合に本体を保護するためにブレーカーの役割として付けられたボタンのようです。このボタンをあまり使うことはないかもしれませんが、念のため安全装置が付いているというのは安心です。続いてその下 AC 入力ポート、この入力ポートは家庭用のコンセントから最大 1100W で急速充電できます。次にその隣アンダーソンコネクター、この部分はシガーソケットからの充電やソーラーパネルからの充電が可能なポートになっていて、ソーラーパネルから最大 500W の大電力で充電できるようです。続いて本体背面、ここは Foshibot 2400のスペックが書かれていて、取扱説明書をめくらなくても F2400 のスペックがわかるようになっています。続いて F2400 の上部、この部分は私が特に気に入った部分なんですが、ここにケーブル入れがついていて AC ケーブル、MC4 アンダーソンコネクターケーブル、シガーソケットアンダーソンコネクターケーブル、すべて入れることができて蓋をすることができます。これだけでもかなり嬉しい機能なんですが、ご覧のように F2400 本体上部が真っ平らになっていて、タブレット等も自由に置くことができます。また持ち手の部分も含めて平らになっているので、少し長めのものですとか大きなものをここに置くことも可能になります。ここもすごく気に入りました。この Foshibot F2400 はこの充電時間が特に短いのが売りのようで、 AC 充電で 1100W 約2時間、そして AC 充電 1100W と 500W のソーラーパネルからの充電を合わせると最速 1.5 時間で 100% まで充電がたまるそうです。今現在この F2400 の中には
バッテリー残量が 26% 溜まっているようですので、この F2400 の AC 入力から充電をしてどのぐらいの速度で 100% まで充電が完了するかをチェックしたいと思います。充電が開始され始めました。私が先ほど 300W のところで設定をしていたので、これを500、700、900、1100W まで上げて充電時間を測りたいと思います。充電の入力 1100W の設定で 1033W 程度で充電できています。充電開始から9分48秒後、F2400 の冷却ファンが回り始めましたので、左右のファンカバーを開けて排熱をさせるようにしました。はい、F2400 を充電開始から1時間3分が経過しました。バッテリーの充電残量は 74% まで増えました。バッテリーの充電電力は 1040W 程度、変わらず 1000W 以上で充電されています。F2400 が少し熱くなっているので、念のためサーモグラフィーカメラで温度をチェックします。本体の正面はそれほど熱くなっていないようです。一番熱いところでも34度程度。これでしたら iPad は35度以上を超えてますので、 F2400 の本体は問題ないと思います。 F2400 の排熱口のあたりの温度も測ってみます。ここは少し熱を持ってますね。41度程度。最も熱いところで44度程度ですので、このぐらいでしたら問題ないかなと思います。気になる電源ケーブルや AC 充電ポートのあたりの温度も測ってみます。AC 充電ポートの一番熱いところで38度程度。そして電源ケーブルの一番根元の熱いところで42度程度。この程度でしたら問題ないと思います。F2400 の充電完了時間は残り50分となっています。今現在は充電開始から1時間9分が経っています。2400の予想では約2時間程度で終わることになっているようですので、後ほどチェックしてみたいと思います。はい。F2400 のバッテリー充電開始から1時間50分後、F2400 のバッテリー残量が 100% まで充電が溜まりました。想定では2時間の予定だったので、想定よりも10分程度早く充電が終わりました。やっぱりこの F2400 の充電速度はかなり速いですね。1100W のドライヤーが動くかも試してみます。このポータブル電源を使用する前には、排気口をこのように開けていた方が良さそうです。念のため反対側も開けておきます。AC 電源ボタンを押します。ドライヤーを風量、熱量マックスで動かします。暖かい空気が出るようになりました。消費ワット数は 1312W。1100W のドライヤーですが 1300W 消費しています。車中泊での使用を想定してエレクトロラックスの電気ケトルも使ってみます。この電気ケトルは定格 1000W なのでおそらく問題なく動くと思いますが、念のため試します。消費電力は 1090W。問題なくお湯が沸きました。災害時での使用を想定してエアコンが問題なく動くかチェックします。冷房設定18度、風量マックスで動かしてみます。冷たい空気がガンガン出るようになりました。消費電力は 439W。暖房29度設定、風量マックスでも動かしてみます。夏ですが暖かい空気がじゃんじゃん出るようになりました。消費ワット数は 440W。 これなら問題なく災害時でも使えます。ポシュボット F2400 で 1300W の電子レンジが動くかも試してみます。この電源は定格 2400W なので 1300W の電子レンジは問題なく使えると思います。お茶を温めてみます。問題なく電子レンジが動き始めました。バッテリーの消費電力は 1167W。
問題なくお茶が温められました。フォシボット F2400 の専用カートがあるので使ってみます。内容物は折りたたみカート本体、そしてサポートバー、取扱説明書。これは分かりやすい日本語で表記されているので取り扱いに困ることはないと思います。サポートバーを含めた重さは 1.5 キロなので片手で軽く持てます。このサポートバーにはシリコンのチューブが巻き付けられているのでバッテリー本体を傷つける心配がありません。この車輪の部分はいわゆるプラスチックの車輪ではなく少し弾力性のある車輪なので多少の段差でしたらこれで衝撃を吸収してくれそうです。実際に車輪を回してみるとこのように多少ベアリングが効いているような感じもありますのでそれほど長距離の移動でなければ便利に使えそうです。カートを組み立ててみます。このカートはサポートバーをこの2箇所の穴に差し込むだけなのでとても簡単に組み立てられます。基本的にはこのように立てかけて使うようなのですが実際に F2400 を乗せるときにはこのように寝かせた状態でこちらのバッテリーを乗せます。このように F2400 をカートの端まで乗せたらカートの取っ手を持ってカートを立ち上げます。フォシボット F2400 にはこの部分にネジ穴が開いていてこのネジを折りたたみカートと締め上げることによって固定するタイプになっています。カート上部にも2箇所ネジがついているのでこの部分も締め上げていきます。4箇所のネジをしっかり固定し終えたら電源を倒して OK です。正面から見るとこんな感じ。この部分に足がついているので比較的 F2400 を平行に保てるようになっています。また横にした場合もこのサポートバーが地面に触れる状態になるのでバッテリーが土や地面に触れることはありません。バーを伸ばしてみます。ボタンを押しながら上に上げていくだけです。1段階目、2段階目、マックスの高さまで上げてみました。カートの長さは3段階に調整できるので身長に関係なく使うことができると思います。これで長距離を移動するのは厳しいかもしれませんが、近場の移動ならかなり楽にこの F2400 を運べそうです。カートから電源を取り外す際は先にネジを外し、ネジを取り外したら寝かせて取り外せば OK です。ソーラー充電も試します。今日はあいにくの天気なんですが、とりあえずソーラー発電をしてみたいと思います。はい、F2400 のバッテリーが現在 45% まで減っています。これを車の屋根の上に積んだソーラーパネルで充電をしてみます。充電に使うのは MC4 アンダーソンコネクターケーブルです。 MC4 ケーブルは挿せる方向が決まっているので差し間違いがないです。私にとってはこれは非常に安心です。はい、ちょうど 11W ほど充電できているようです。このぐらいでも充電しないよりは全然マシですので、ソーラーパネルを使えるということが分かってよかったです。続いて車のシガーソケット端子からもこちらに充電できるケーブルがあるのでこれも使って試してみたいと思います。こちらもアンダーソンコネクタに挿して、そしてシガーソケット端子を挿します。エンジンをかけてみます。シガーソケットからの充電で 100W から 105W 程度の充電ができているようです。現在の時刻が16時55分、これから30分ぐらい運転する予定なので、この 45% の充電が何%ぐらいまで溜まるかっていうのを試してみたいと思います。この 100W という充電の数字は AC 電源で充電したら 1100W で充電できますので、約10分の1の値になってしまいます。それほどこの充電が溜まるとは思いませんが、とりあえず試してみます。現在の時刻は17時37分。バッテリーは 100W 前後で充電されています。そしてバッテリー残量が 3% 増えて
48% まで溜まりました。充電のワット数が AC 電源の10分の1なので、このぐらいかなという感じではあるんですけども、思ったより充電の残量が増えてなかったです。10分で 1% も増えないようなイメージでしょうか。このシガーソケットでの充電量に納得がいかないので、バッテリーに仕込んだインバーターでの充電を試してみます。車のバッテリーにあらかじめインバーターを仕込んでいました。ポータブル電源の充電に使うのは大橋産業の純正限波 400W インバーターです。こちらはプラス極とマイナス極にそれぞれケーブルを仕込んであり、プラス極の部分にはもともと 30A のヒューズ付きのケーブルを仕込んでいます。このインバーターでは 400W までの充電が可能になっているので、ポータブル電源の充電も 400W まででしたら充電できるようになっています。私の車は走行充電器で最大 500W まで、アベレージでも 350W ほど充電しても何の問題もありませんので、 400W のインバーターを使って充電をしていきたいと思います。このインバーターの設置はとても簡単で、このプラスとマイナスのケーブルを助手席の下にあるこのバッテリーのプラス極とマイナス極にケーブルを仕込んでいくだけです。この純正限波インバーターのケーブルはこの座席下のこのゴムのクニクニしたところから仕込みます。まず座面をこのように倒し、そうするとこの部分に隙間ができますので、この隙間の部分からケーブルを通していきます。このようにケーブルを引き込みました。安全のためにこのプラス極とマイナス極のバッテリーがつながっているケーブルをまず一旦全て外します。外し方の手順はマイナス極から外して、その後にプラス極を外していきます。ではマイナス極を外します。マイナス極が外れました。続いてこのプラス極を外していきます。この取り外したプラス極のこのナットの部分に先ほど引き込んだプラス極のケーブルを接続していきます。丸型端子をこの部分にかまし、ナットで蓋をするようなイメージです。丸型端子の穴が大きめのものを使っているんですが、もう少し小さくてジャストサイズのものを使われた方が本来は安全です。上から蓋をしていきます。このように仮止めできたら再度このプラス極につないでいきます。プラス極を締め上げていきます。がっちり止まるまで固定してください。こういったところが緩んでしまうとエンジンが突然停止したりしますので、この部分はきっちり締め上げていただくのがよろしいかと思います。はい、次にマイナス極にも同様に接続をしていきます。このナットで蓋をするようなイメージです。ある程度仮止まったらマイナス極にこの端子をつけていきます。このバッテリーに接続する際にたまにパチッといったりするので、このようなゴム製の手袋をつけていただいてもよろしいかと思います。パチって言いましたね。ちょっと火花は見えなかったんですけど、パチって言いました。ではこの部分もボルトできっちり固定していきます。はい、これで動くこともないので完了です。このプラス極にしてもマイナス極にしてもバッテリーからこの端子が外れることがないようきっちり締め上げてください。たまに定期点検でこういったところをネジが緩んでないかっていうのをチェックしていただくとよろしいかと思います。こういったところのネジが緩んだことによって火花が散ったり、あとはエンジンが停止したりすることもありますので、こういったところはきっちり定期点検で締め上げることをお勧めします。でこのように取り付けたインバーターなんですけれども、今これは電源がオフになっている状態なんですが、電源をオンにするときは必ず車のエンジンを回している状態でオンにするようにしてください。でないとこのままオンにしたままの状態で放置してしまうと車が必ずバッテリー上がりを起こしますので、そういった点はご注意ください。このインバーターと純正の AC ケーブルを使って充電をしていきます。続いては大橋産業の 400W 制限範インバーターと純正付属の AC ケーブルを使って充電をしていきます。充電にあたっては私はこの機能が特に気に入っているんですけども、今 1100W の AC 充電ができるようになっているんですけども、これをカチカチカチと下げて 300W まで下げて、この 400W の制限範インバーターで充電をしたいと思います。 300W で充電ができれば先ほどのシガーソケットケーブルの3倍の速さで充電できますので、とりあえずこれで試してみます。でこの充電にあたっては先にインバーターの AC ポートにケーブルを挿しておきます。そして充電のワット数が 300W になっているのを確認してからエンジンをかけます。でこのインバーターの電源はまだ入れない感じです。
エンジンをかけます。インバーターの電源を入れます。緑色にインバーターのランプがつきました。充電のワット数は300ワットを指しています。現在の時刻は18時7分。これから4、50分運転をする予定ですので、この300ワットの充電でどのぐらいワット数が貯まるかを試してみます。はい、時刻は18時49分。42分ほど運転をして、バッテリーが 57% まで貯まりました。約 9% 溜まった計算になります。このシガーソケットからの充電だと 100W しか充電できてなかったんですけども、ちょうどこれは3倍の充電のワット数があるので、バッテリー残量も3倍のちょうど 9% 溜まっていました。計算通りですね。やっぱりこの 400W の制限範囲インバーターを使った方が充電のワット数が速くなるので、このやり方私かなり気に入ってるんで、今後もこれを使って充電したいと思います。やっぱりこの充電のワット数の切り替えができるのはとても便利ですね。他にも他社の製品で Bluetooth で充電のワット数を下げることはできたんですけれども、そもそもタブレットやスマホを立ち上げて Bluetooth をつないで充電のワット数を下げるという行為が1分近くかかったりしますので、これはもう本当にワンタッチでできるので1秒もかかりません。私は個人的にはこの手動で充電のワット数を切り替える方が手間がかからないので、個人的には好みです。この F2400 は Bluetooth 等の機能はついていませんが、私のエブリィのような狭い車で使うには Bluetooth は特になくても問題はないかなと感じています。お値段も大手メーカーよりは多少安く、バッテリー丈夫にケーブルを収納できるポータブル電源は数少ないので、私はこれがとても気に入りました。今後長期の車中泊に行こうと思っているので、この2400を連れて車中泊で使い倒してみたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。